皆さんこんにちは。どうもどうも。パラトリテレビナビゲーターの中島涼子と B ちゃんでございます。午後の部始まりまし始た。まりました。はい、午後もね盛り上げてまいりましょう。参り P ましょうちゃんどうですか、はい、お昼食べました？ちゃんとお昼食べました。食べた。はい。ね、じゃあ元気になったかな。美味しかったです。美味しかったですね、はい、よかったです。今日ももう3日目、あ、違う2日目です。2日目です。もうあと1日しかないですよ、はい、もうあっという間ですね。はい、2日目の今日も横浜市役所、アトリウムのパラトリテレビ特設スタジオよりお届けしております。はい、放送は横浜パラトリエンナーレの YouTube にてね生放送されています、はい、現在されています。なのでねアーカイブもありますのでぜひ皆さん、楽しんでください、はい、そしてねコメントなどねいっぱい書いてぜひ盛り上げてください。何でも書いてね。そうですね。YouTube ってそうなんですよ。そう YouTube 何でもコメントできるし、そう世界中からつながってるのでね、自由に書き込んで盛り上げちゃってください。はい、はい、ちょっとねこの時期ね新型コロナウイルスね感染拡大防止のため、急遽ね今日は一般観覧席なくなってしまったので今日はもうガラガラでねちょっと寂しい状態なんですけれども、その分ね YouTube オンラインで盛り上げて皆さんの力でぜひ盛り上げてください。コメントいっぱい書いてください。よろしくお願いします。はい、そしてねリアルタイムで字幕をご覧になりたい方は字幕専用サイトもありますので、パラトリエンナーレのウェブサイトから、見ることができるのでぜひそちらから、アクセスしてみてください。はい、はい、どなたでもね見れるように、使用してありますのでぜひ楽しんでくださいね。はい、さて、特設スタジオもうね私たちのちょっと家みたいになってきましたね。もうすっかりねもうなんか心地いいね場所です。もう住める。私ここ入って帰りたいもん。ここから家にね。もう家だからね私のね。もうねちょっといろいろ分かってきたんですけど、初めてね見た方にね説明したいなと思って、実はここはですね、現在、公開中のサーカスアニメーションメグの中に出てくる、スタジオじゃないね、メグの中に描かれている世界観をまさに実写化したようなスタジオなんですけれども、P ちゃんはねもう知ってると思うんだけど、主人公がね一緒にね時間を共にするメグの相棒黒猫の黒がそこにいるんですよ。今寝てますね。寝てるね。今ちょっともう昼だし、3時だしもうね寝てます。そしてねジャグリングでサーカスアニメーションの中でジャグリングとして使われているトマトなんかもここに描かれていて、僕はもう熟してますね。熟してる。あれやりたいよね。ジャグリングちょっと私練習しててね今ねできるようになったんでちょっとエンディングで披露しようかな。でも熟したトマトは落とせないからね。そうです。それちょっとプレッシャーかけられてますね。うまいこと言うな。後で披露しますね。そうなんです。ここはねこのね紫の扉はその主人公のメグの部屋にあるクローゼットなんです実は。そしてねメグちゃんはね洋服作りが大好きなんですけど、自分が作った服をこのクローゼットの中にたくさんしまい込んでいて、辛いことなんかがあったりするとこのクローゼットを開けて眺めているんですが、アニメーションの中ではメグがある日このクローゼットの中に迷い込んでいろんなサーカスの世界の人たちと出会って世界が広がっていく、そんなストーリーになってるんですけれども、今日はね私たちが逆にこちらの世界にこのクローゼットから引っ張り出して誰かを引き出してここでね素敵なプログラムを広げていこうかなと思っているので、早速ね次のプログラムにね呼んでしまいましょうかね。お呼びする方々を。はい、その前に説明をさせていただきます。2つ目の今日のプログラムです。ブックプロジェクトキュレーターズトークです。はい、読む展覧会ブックプロジェクトそのうち届くラブレター、分かり合うことの不可解さと諦めないことについての考察の開幕を記念したトークイベントになります。トークの進行をしてくださるのは本店のキュレーターである金沢児玉さん、田中美幸さん、畑井めぐみさんです。金沢さんはですねなんと上海の方からオンラインで登場してくれるんです。ここにね上海から登場してくれますよ。はい、展覧会のコンセプトや参加作家作品の紹介を行うほか、ブックと特設サイトでの開催となった本店の経緯について語ってくれるんですけれども、ブックと特設サイトでの展開なかなか難しいんですけれども、P ちゃんブックって何か分かりますか？ブックと特設サイト。ブックと特設サイトが同時ってことですもんね。そうすごいよね。なんかだからきっと大きなこう飛び出す絵本を作ってブックをねこうバッとこう開けると畑井さんも田中さんも金沢さんも出てくる。まさに飛び出す3人っていう。それクローゼットと間違えてるかな P ちゃん。それ全然違う。ブックここにあるからね。
あるね。本当のブック程よい大きさのブックがありますね。ちゃんとこんな大きさじゃなかったですね。ここからは出てこないんです。なるほど。だから出てこないんですけれども、ここにね、皆さんのね思いが詰まってるんです。すごいこれね雑誌みたいな分厚さなんですけど、そうこちらの会場に来てくださった方々にはね無料で配布してるんですね。しかもねこれ英語にもなってんの。英語と日本語両方で書かれてて。すごいんですこれワールドワイドで。すごい。ぜひ皆さんね見てほしいんですけれども、こちらの方ですね、はい、なんとですね会場では無料で配っているんですけれども、会場に来れない方々、はい、ですね、なんと、オンラインの方で PDF データの方もダウンロードできますので、便利ですね。ぜひね、そう詳しくはね直接ウェブサイトのを見てほしいんですけれども、これね送付もね実はしてるんです。なのでそちらの方の受付もウェブサイトでできます。なんとね送料500円のみで無料で送っちゃいますので、本当にこれがね無料で見れるってすごいことなので、ぜひ皆さんよかったらウェブサイトの方でチェックしてみてください。ブックです。これがブックでした。はい、それでは早速皆さん呼んじゃいましょうか。はい、こっちの世界に呼んでみましょう。それではお願いしていいですか、ピーちゃん。はい、お願い、慣れましたね、もう。はい、オープンいたします。はい、それでは金沢さん、田中さん、畑井さん、よろしくお願いします。ようこそ。ようこそ。ありがとうございます。クローゼットから来ました。金沢さんも上海の方から来てくれましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞごゆるりと楽しんでくださいね。ごゆるりと楽しんでください。皆様今日はねよろしくお願いいたします。お願いします。はい。ではね私の方からちょっと皆さんのプロフィールの方の紹介をさせていただきます。まず真ん中にいらっしゃいますのがリーダーの金沢児玉さんです。なんと上海ナウです。はい。上海さっきね私リハーサルで深夜ですかとか言っちゃったんですけど、全然ね上海意外と近くて、今何時なんですか金沢さんそちらは。今2時7分ですね。2時7分、あんまり1時間前でしたね。そんなに変わらないんですね。あんまり1時間前。ね、あんまり変わらない。あんまり1時間前ということで、はい、2時ですね、今現在。はい、そんな上海にいらっしゃる金沢児玉さんはですね、日本の公立美術館の勤務を得て、現在はインディペンデントキュレーターとして国内外で数多くの展覧会企画を行っていらっしゃいます。現代社会の課題に向き合いながらメディアとアート、地域とアートなど既存の美術の枠組みを超える取り組みをされていらっしゃいます。本日はね上海の方からオンラインで参加してくれていますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、お次は一緒にキュレーションを担当された田中美幸さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。田中美幸さんはですね、東京都渋谷公園通りギャラリー学芸員で、障害は世界を捉え直す視点をテーマに学芸員ですよね。はい、そうですね。障害は世界を捉え直す視点をテーマに、障害や多様性を扱った展覧会やパフォーマンスなどカテゴリーにとらわれない企画を多く手掛けていらっしゃいます。よろしくお願いいたします。そしてもう一方の畑井めぐみさん。畑井さんは、パティシエという異業種のお仕事をご経験の後、丸亀市猪熊源一郎現代美術館を得て2015年より、千葉市美術館の学芸員になられました。現代美術を中心とした展覧会企画や、教育普及事業を担当されています。ね、皆様面白い方々の集まりなのでぜひ楽しいトークを皆様、エンジョイしてください。ということで皆様本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではここからキュレーター3人で話をしていきたいと思います。でこのブックプロジェクトそのうち届くラブレターっていうタイトルで副題がさっき中島さんちょっと間違っておっしゃったんですけど分かり合うことの不可能さと諦めないことについての考察という副題がついています。私たち全然違うそれぞれ違う個体として生きているから、同じ人間であっても分かり合うってすごい難しい、ほぼ不可能な時もある。でもやっぱりそういう分かり合うということを諦めないでずっと努力し続けているから、そういう私たちを肯定してで、分からないなりになんだかんだ努力をしてつながっていこうという、姿勢をこの本で見せようと思いました。で、美術展なので最初は展覧会場を借りてそこで展覧会をする予定だったんですけれども、コロナの状況になったので、展
展覧会と似たような感じで一個一個作品を見ていけるようなフォーマットは何かっていうふうに考えた時に、本を作るっていうことに、3人で話して、なりました。でも現代の表現には映像とか音の作品もあるので、本だけだとちょっと難しいのでウェブサイトも作って、で両方で展覧会を体験するっていうことをしてもらおうということになりました。で今日のトークでは16人17人の作家さんが今回参加してくださっているんですけれども、その作家さんについて一人一人ご紹介していきたいと思っています。でちょっと変わった構造なんですが、まず元となる作品を作った作家さんが6人まずいます。でこの6人の作品や芸術に対して8人と1組の表現者たちが、それぞれの方法で応答を試みるっていうことをやってもらいました。でこれがまず何ていうか一つのカテゴリーなんですけど、そこに特別枠でイギリスの作家さんでジェストムさんっていう方がドキュメンタリー映画で参加してくださっていますので、その作家さんたちを順にまず紹介していきたいと思います。で今日はレクチャーっていう形ではなくて、もうこの作家さんがもちろん作品については簡単に説明するんですけど、こんなにすごかったとか、もう本当にもう私たちは感謝でいっぱいなので、こういうふうなところにすごい感謝してますっていうことをお話ししていければというふうに思います。ではまず最初の作家さん、山本孝之さんはじゃあ田中美幸さんから説明してもらっていいですかね。ウェブサイトを表示しながらご説明できればと思います。こんな感じのウェブサイトになっております。でこのすべての作品っていうところで、各作品の映像だったり音声作品もご覧いただけます。で山本孝之さんの悪夢の続きという作品は今回作品の中でっていうとややこしいんですけど、その応答される側の作品で唯一新作で、コミッションとして作らせていただいた作品です。作っていただいた作品です。山本孝之さんが地域活動ごめんなさい、正式名称が、笑顔という施設の、皆さんと一緒に作られた作品になります。でこれは2人1組になって、1人が1人がこれまでに見た悪夢に対してもう1人がその続きをハッピーエンドになるような方向性で考えて話をするという作品です。でそれぞれ実際に笑顔の皆さんと少しワークショップというかこれまでに見た夢について話してもらったりとか、それに対する続きをちょっと考えてみるということをやった後に、もうぶっつけ本番で半分ドキュメンタリーのような形で答えていただいた生の様子が収められた30分の映像作品になっています。これはこちらのウェブサイトから見ていただけます。ですごく私もこれ初めて拝見した時にすごいリアルだなというふうに感じたのが、片方の人が自分が見た悪夢がすごい怖くってこうなって怖かったんですって話すんですよね。でもう片方の人が、それをレスキューしようとする、なんとかかんとか、こういうことだったのではないかと。でこのあとこれがこうなってだから怖がる必要はなかったんだよみたいな話をしてくれるんですよね。で簡単な話すと簡単なんですけど、そのレスキューもそんなに簡単ではなくって、レスキューする側が一生懸命って悩むところとかも収録されていて、でそういう中に人に対する思いやりとか、どういうふうにしたらその人に寄り添えるのかみたいなことをすごい努力をしている人間の姿みたいなのが見えて、私はもう本当に感動しました。山本さん、本当にありがとうございました。それに対しての
応答に行きましょうか。はい、山本さんの作品に応答していただいたお二人いるんですけれども、お一人松本美恵子さん、写真家美術家の松本さんはですね、タイトルが「いつか私も見たいもの」という作品を作ってくださいました。で、この応答なんですが、松本さんがお母様とかご友人とかちょっといろんな関係性の職場お仕事をご一緒になさっている方とかそういった方に、お電話でお話を聞いて、見せたい風景ですね、誰かに見せたい、松本さんとお話をされているということは、松本さんに見てもらいたい風景というふうになったかなと思うんですけれども、その風景はどういう風景だったかというお話を聞いて、でそのイメージを今度は松本さんが想像したイメージですねを自分で探しに行って写真に収めてきたという作品になっています。はい、じゃどうでしたか？はい、どうぞ。どうでしたか？このなんかピンホールレンズすいませんを使って撮影されているんですけれども、ちょっとぼやっと全体にぼやっとした作品になっていて、それがなんていうんですかね、過去のイメージのような、あるいは何か知ってるような知らないような、ちょっとそういう淡いを掴んだような作品になっていて、その制作の背景を聞いてみると、話を聞いてで松本さんがイメージをした時に、きっとそのお話をされた方がイメージしていたものとのズレっていうのは何かしら出てくるかと思うんですけれども、そういうコミュニケーション、言葉であってもイメージであっても、なんか少しずつずれていったり、またズレが戻っていったりするっていう、そういう淡いっていうところを山本さんの映像作品から読み取って応答されたのかなっていうふうに思います。この前なんかプレスツアーの時に松本さんが全然僕の言ってた景色はこれじゃないって本人に言われたっていう話をしていてすごいいいなと思います。面白い。でもなんかその行為がやっぱり尊いなって思うんですよね。だからなんか話で聞いて、でそれはビジュアルで、つまり例えば生まれて初めて見た時の海って答えた人がいるわけですけど、それはなんとか県のなんとか町のなんとか町のどこそこの海岸から見た風景なんですって具体的なことを言われたわけではなくて、それを松本さんがその自分の中で解釈して、で探しに行って、撮るっていう、そのやっぱり思いを寄せるっていう行為が、このプロジェクトなんだなっていうふうに思うと、なんか優しい気持ちを感じました。松本さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、次行きましょうか。はい、同じく山本さんの悪夢の続きに対してテキストで応答いただいたのが中川美恵子さんで、中川さんは、全盲です。で視覚障害者と作る美術鑑賞ワークショップのスタッフとしても活動されていて、中川さんは夢を見るっていうことに対する抵抗というか、夢ってもうそのまま自分の内面を話しているような感じがあって、それに対してその状況を蓋と捉えて蓋の向こうからあなたへというテキストを書いていただきました。でこれちょっと長いのでぜひウェブサイトで全文ご覧いただけたらと思うんですけれど、そうですね、中川さんはおしゃべり鑑賞対話というウェブサイトのコンテンツにも登場いただいていて、その夢をハッピーエンドにされてしまうやるせなさみたいなことを話してたのもすごいいいなと思いました。で特に彼女のテキストの中で、中島敦の三月期が出てきて、でそれはなんかその自分のエゴがすごく肥大化して虎になってしまった男の話なんですけど、
それを入れ込んでるんですよね。でそれを読んだ山本さんが僕もこの話のことずっと最近考えてたんだよみたいな返事を過去に私のメールの中で作った私にくれたメールの中に書いたりとかして、なんかこうつながっていくストーリーのイマジネーションみたいなところもすごい面白いなと思った作品でしたね。はい。はい。じゃあ次に行きましょうか。はい、井口直人さんの作品ですね。こちらはすごく鮮やかな2色のカラーのコピーで作っているんですけれども、井口さん、名古屋のサフラン生活園さんに通われていて、その行き帰りに立ち寄るコンビニと、あと施設のコピー機を使って、施設では毎日お昼前ぐらいに1回2色選んでコピーを取る。でそのコピーを取る時に、自分の顔とか手とか周りにあるお気に入りのものをコピー機の上にバッて置いて、顔もこうくっつけて、でそれで撮ったものというのが、作品として今回出品していただいています。私実際施設に見学させていただいて、この制作されるところに一緒に立ち会わせていただいたんですけれども、なんか想像していたよりも操作とかすごく慣れていらっしゃって、タタタって早かったりですとか、ためらいなくコピー機の上に顔を乗せる姿とかそういったのがとても印象的でした。江口さんの作品すごくかっこいいですよね。で、今回そのブック作ろうっていう時に、今回のブックの表紙井口さんの作品というか制作風景なんですけど、すごくなんというか何ですかね、すごい早い感じ、シャシャッと作っていく、なんかその切れ味の良さというか、なんか鋭さとか、なんか感性のその出し方みたいなところがすごいユニークでかっこいいなと思って、みんな私たち3人にとっても大好きな作家さんですね。井口さんの制作してる様子がおしゃべり鑑賞対話鑑賞の映像の中でご覧いただけるので、ぜひ見ていただきたいなと思います。コピー機の上にすごい勢いで乗っかって撮るはい感じですね。はい、はい、じゃあ次の作家さんに行きましょう。船越正代さん、井口さんの作品に応答していただいたお二人のうちの一人なんですけれども、船越さんは私がぜひ応答としてご一緒していただいたんですが、井口さんの制作を一緒に見学に行ってくださって、その時に、井口さんがペタってコピーを取って、でその後船越さんがまず真っ先に「私もやっていいですか?」っておっしゃったんですね。でためらいなくコピー機でコピーされて、で私もじゃあ私もいいですかっていうふうにちょっとやらせてもらったんですけれどもやってみると結構光が意外と眩しくないなとか、なんか速いなとか、身体的にやっぱり得る部分が多分あったんじゃないかなと思って、その見学の本当に数日後とかですかね、もうすぐに料理っていう形に作品として落とし込んで制作していただいたものになります。この写真ね、すごく綺麗というかなんかなっていう風に見えるかもしれないんですけど、下から光を当てたお皿の上にすごい薄く切ったいろんなお野菜ですね。お野菜船越さん一番食材の中でお好きだとおっしゃってたんですけど、その薄切りにしたいろんな断面を重ねていくという風にして制作されました。船越さんはオファーしてから返事まですごい時間があって3人とも船越さんはなんかどうしよう、やっぱ断られるのかなと思って、ね、結構長い時間待ってましたね。でもお返事ぜひやりたいですっていうお返事をいただいて、で取材から創作まではものすごいやっぱ早かった。なんかやっぱりその井口さんみたいに
こうクイックなひらめきみたいなものをすごく感じさせる作品だなっていうふうに私は思いましたね。船越さんありがとうございました。はい。あれ、止まってしまった画像が。はい。今徐々に出てきてますね。同じく井口さんの作品に応答してくださったのが、彫刻家の金氏哲平さんです。金氏さんは、この色使いだったり、なんて言えばいいんだろうな、匿名性の高い日常にあるありふれたものを使いながら新しい景色を作っているところが井口さんとも共通するところなのかなと思ってお願いをしました。で、実際にこれは新作というのではなくて過去の白地図シリーズというものに新たにテキストを書いてくださっていて、それもウェブサイトでご覧いただけます。で、結果的にやっぱり金氏さんの石膏を重ねることで景色を変えるっていうことと、井口さんのコピー機を通して新しいイメージを景色を作るっていうところがやっぱりこうするものがすごくあったんじゃないかなと思います。はい、そうですね。なんかテーブルの上に、全然バラバラのものを、一度に集めて粉を振りかけていくとなんか雪景色みたいに見えるっていうのが、やっぱり井口さんも全部自分の身の回りのものとか自分の顔とか手とかをコピー機の上にわーって載せて、それをスキャンするわけですよね、コピー機が。なんかその作り方もやっぱりすごくなんか似ていて、で金氏さんがそこに書いているのがなんか全部を平等につなぎ合わせる刹那的な彫刻作品ですっていうふうに白地図のことを話していて、なんかそれが井口さんの創作にもイメージが重なってくるとすると、なんかそういう自分の身の回りのものを一つの画面に収める刹那的な創作活動を彼もしてるんだなっていうふうに思うと、なんかちょっと胸が温まるものがあるなと私は思いましたね。金氏さんありがとうございました。じゃあ次いきますか。次釜江和美さんですね。で釜江さんは滋賀県の山並工房っていうところに所属をしている作家さんで、立体の作品を作っていらっしゃるんですね。で陶土を使って、ある人物の像を作っているんですよね。で、それはすごい、どうですかね、40センチ四方ぐらいに入るぐらいの大きさのもので、横浜市庁舎にも実はお借りして展示をしてるんですけど、ネットがつながらない。残念ですね。私は今言葉で説明しますと、ちょっと小動物を思わせるような形をしてるんですよ。でその表面はすごい米粒みたいな粘土の粒でびっしりと覆われています。で目とか口とかが暗くくぼんでいて、でおしゃべり対話鑑賞では和悦さんがなんかちょっと土偶とかに見えますっていうような話をしてるんですけど、まさにそういうちょっとなんか不気味な感じの立体像なんですけど、実はこれは正人さんっていうなんか名前がついてるというか、タキシードを着た正人さんとか何々をする正人さんとか正人さんだけの時もあるんですけど、正人さんの像なんですね。で、正人さんっていうのはどなたかっていうと、釜江さんが思いを寄せる方なんですよね。で具体的にはその山並工房の施設長の方でいらっしゃるというふうに、知らされています。で、つまりなんかすごい自分が恋心を抱いている、方の、像をずっと作り続けているということですね。で面白いのがなんかちょっと普通だったらなんか
かっこいい、この人大好き、すごい素敵と思う人をなんかかっこよく作ろうとするんじゃないかなって普通は思うんですけど、まあ一見その像はまあ不気味な感じを受けるような、まあ、粒々がこう表面にこうびっしりとこうなんか覆われているような、そういうものを作っていらっしゃるので、何なんだろうっていうのが、まあ、最初にこの作品を見るときに出てくる感想なんですけれども、まあなんかその好きな人の感触、その雰囲気の感触、今画像出てきましたね。なんかその人から、釜井さんが受け取る優しさとか温かさとか、なんか存在感の熱さみたいなものを表現してるんじゃないかななんて私は思いました。皆さんどうですか？片井さん、田中さん。ちょっと今すごいバタバタしてしまって。バタバタして。はい。出ましたね、ついに。そうですね。この作品の搬入でまさに正人さんが持ってきてくださって、それで多分見た目からはね全く想像がつかない正人さんなんですけれど、何をこう釜江さんは日々受け取っているのかなっていうのはすごい興味深いですよね。なんかおしゃべり対話鑑賞でも加節さんがちょっとこうなんか原始的なそう土偶みたいな表現をされていて、まさにそうだなと思うんですけど、いろんなこう瞬間の正人さんが重なったこうキュビズム的な感じなのか、ちなみにそして正人さんはタキシードを着たことはないそうです。妄想なんです。タキシードを着た正人さんというタイトルですが、はいとおっしゃってます。私も釜江さんのところにお邪魔してお話も聞かせていただいたんですけど、なんていうんですかね、なんかいつも正人さんのことをお話しされる時はなんか恋バナをしているなんか女性みたいな、とてもこう楽しくって、想像も織り交ぜてお話ししてくださるんですけれども、多分何かこう釜江さんが見ている世界とか、それがこう一粒一粒に本当に込められているのかなっていうのを想像させられましたね。じゃあそんな釜江さんに応答してくださったのが詩人の柏木真理さんですね。で柏木さんの詩は私届いて、拝読した時にもうなんかすごい感動しておいおい泣いてしまいました。何かどうですかね。多分その釜江さんがやっぱり初恋の時の気持ちみたいなものを、多分ずっと表現されているんだと思うんですけど、その感じをものすごいうまく掴んで詩にしてくださって、で何か、自分ともうその好きな人だけがこの世界にいればいいくらいな、なんかちょっと振り返れば尊大な、なんかちょっと傲慢なようなそんな態度にも見えるんですけど、なんかその一方でずっと一緒にいさせてください、それでいいでしょう、神様って言って神様にお願いをしてこの詩が終わったりとかするんですけど、なんかすごい、ピュアな感じの詩を書いてくださいました。だからすごいなんというか釜江さんの応答としてはこれ以上ないような詩だなというふうに思いましたね。どうですか？私もこの詩を、お届けいただいて読んだ時になんかすごくなんて言ったらいいんでしょう、えぐられるみたいな、でもこういう気持ち昔あったよなってこう思い出したりとか、思い出してよかったのかなみたいな気持ちにもなったりもしたんですけれど、いやもう小学生とかの時ですよね。そうかもしれません。なんかあったとしたらピュアだった頃の私みたいな。でもそれもこう今想像できるピュアだった頃の私かもしれないし、なんかそれがこう現実か想像かっていうのが
なんか自分で考えてもどっちかなっていう風なところにあるような、なんかそういう淡い感ももしかしたらその釜江さんの作品にちょっとつながるところとしてあるのかもしれないなっていう、そういう感想も抱きました。はい、ぜひ皆さんに読んでいただきたいと思います。で、次の作家さんはリー・ビンヨンさんですね。はい、今本のページの順番で私ご紹介してます。で、リー・ビンヨンは中国人作家なんですけど、今ちょっと映像が出ますかね。この画板 100×40 っていう作品はご覧の通りちょっと濁流の小さな滝みたいなところがあって、そこに、手に持っているのが画板ですね。画板は基本的には絵を描くときに首から下げて支える台にするものですけど、これをこの滝にあてがって頑張れ映像、インターネット頑張れ、出ましたね。こんな感じで、ちょっと一見バカバカしい行為なんですけど、このパフォーマンスをする映像ですね。で、時にはこの勢いに負けて流されたりとかするんですけど、もう一つ作品があって、でそれは別の映像です。橋が壊れるまでっていう映像は、今度石橋の上を側転をして、こっち側から向こうに移動して、でまた向こうからこっちに移動してくるっていうパフォーマンスの映像で、2012年から毎年、ずっと継続して収録されています。だからそのタイトルから想像すると、これがこの側転をずっと続けると、で橋が壊れるまで続けるんだっていう、ことのようなんですね。でそういうもちろんその側転で橋は壊れないわけですけど、今やり続けるという意思だけが示されていると。でちょっとバカバカしいというか、ちょっと笑っちゃうようなことなんだけど、真面目にずっとやってる作家さんを見ると、なんか不思議と胸を打たれるようなものがあって、で何か変わらないと思っているものとか、挑戦しても絶対勝てないって最初から諦めているものとか、そういうものに諦めないんですよね。ずっとそれは本当に動かないのかとか変わらないのか、多分問い続けている、そういう姿勢を私たちはこの映像作品から受け取るんじゃないかなって思うんですね。で2016年に初めて彼の作品見たのかな。そこからずっと心に残っていて、で、今回ちょっとドキドキしながら作家さんに連絡をして、で中国で、障害とアートみたいな領域って私まだ見たことないんですね。もしかしたらあるかもしれないんですけど、ちょっと調べてもなかなか出てこなかったので、そんなすごい盛んっていうわけではないんだろうなと思っていて、でそんな中で、リ・ビンヨンが私たちのプロジェクトにどういうふうに反応するかなって思ってドキドキしながら連絡をしたんですけど、すごい快く快諾してくださって、で自分が作品作る時には失われた獅子を持っている人間として自分は自分のことを考えていて、それを失われたものを取り戻すためにすごく努力をすると、その中で出てくるものというものを表現していますっていうふうなことをメールに書いてくれて、すごく印象に残っています。どうですか？なんかそのまま磯勝さんの方につながるかなと思ったんですけど、ぜひぜひ、はい、なんかリーさんの作品を見た時に本当に障害のある人の表現とのつながりをすごく感じて、特徴としてやっぱり反復とかその続けていくっていうことが障害のある人の表現
の特徴としてもあると思うんですけれど、何かそこはすごくこうするものがもともと作品の中に込められていたなっていうところと、あとそれにつなげて磯勝さんのご紹介もしたいなと思うんですが、応答する人の一人として磯子区障害者地域活動ホームの皆さんがリーさんの画板の方の作品を見て反応する様子を飯塚聡さんという映像作家の方が映像にされたものがあります。ちょっとネットの調子が悪いので再生はしないでおきますが、後ほどぜひご覧ください。これはもともとやっぱり作品と応答する表現っていう関係性って普通に考えると障害のある人の表現は、応答される側で、それを健常者が批評するとか何かコメントをするっていうのは最近もよく見られることだと思うんですけれど、それってすごく関係性として対象じゃない非対称的な感じだなというのはずっと気になっていて、今回ももちろんその応答する表現によっては、例えば言葉でっていうことであれば、難しい場合もあると思うんですけれど、今回の場合はその表現方法を問わない、その人が普段やっている表現で応答してくださいっていうテーマなので、応答する人に障害のある人がいても全然いいんじゃないかというか、むしろしてほしいっていうことがあって、磯勝さんにご縁があってお声掛けをさせていただきました。で、この作品は、12分でもうすごくこう戸惑われる方も多いと思うんですけれど、でもなんかこう初めて見る表現に対してすんなり分かること自体が結構得意なことで、何かこう美術業界だとこうあうんの呼吸で分かってなきゃいけないみたいなこともあったりしますけど、なんかすごく新鮮な表現を最初に見た時の反応ってこういうことだよなっていうことも思わされる瞬間が収められた映像になっています。はい。はい。もう一人の応答された方、加節さんと書家の方なんですけれども、加節さんもリビンアンと同じようにって言ったらいいのかわかんないんですけど、毎日その日の終わりに日何月何日の日っていう文字を毎日書き続けるっていう、そういう作品も他に制作されてたりして、何かこう一心になんかつながるものっていうのがあるんじゃないかなと思ってお願いしたわけなんですけれども、リーさんのこの作品の応答として大きなすごくこの加節さんの体の大きさと比べてすごく大きな和紙に書いてくださってるんですが、作品として応答していただきました。でこんだけ大きいので、もちろん一を1回書いただけではなくて何回もこう重ねていって、何回だったかな、10何回20回もっとかもしれないんですが、書き重ねていって、最終的に大きな1が書かれるという作品でした。で、私もこの制作の現場に立ち会わせていただいたんですけれども、すごく空気が変わるというか、なんていうんですかね、本当に覇気というものをこう感じて、とてもその臨場感っていうのが、この時は加節さんと私と、あと写真撮ってくださったカメラマンの加藤さんの3人だったんですけれども、このなんか空気を独占するのが本当にもったいないなっていうふうに感じるくらいすごく特別な時間でした。加節さんの作品は今視聴者でも展示させていただいてますので、この表面のなんていうんですかね、盛り上がりのようなちょっと岩みたいになっている質感ですとか、この大きさの迫力を少しでもお伝えできたらなと思って展示させていただいています。じゃあだんだん時間がなくなってきたので次に行きたいと思いますけど、川戸さんですね。川戸さんは
今ご覧いただいているものはキャンバスの布に描かれた大量の絵画なんですけれども、お母さんと一緒とか、なんかそういうテレビ番組の、ある例えば30分ぐらいのものがあるとするじゃないですか。でそれの、冒頭から、終わりまでをこうずっと一枚一枚一場面一場面描いていくっていうスタイルの作家さんなんですね。で、大量に生産されるというふうに伺っています。で、私たちも見学に伺わせていただいた時には、壁にこう描いたばっかりのものがこうたくさん貼られているとか乾かしているようなそんな情景でしたね。で、本当に一枚一枚見ていくと少しずつ時間が経ってるのが、見られるという作品です。で、やっぱりそういう一瞬一瞬を慈しんでいるのかななんて思えて、なんか私たちのこう周りにだらだらとこう流れていく時間が、一コマ一コマ川戸さんは、絵にしたいと思っているような、なんかそういう時間を大事にしたいというふうに考えているのかななんて、そういうふうに思えるような作品ですね。はい。そのままもう続けて横山さんの私ごめんなさい、川戸さんって畑井さんが紹介すべきだったところ言っちゃった。大丈夫ですよ。もう全部言っていただいて。で横山さんの話もちょっと続けていっちゃいますね。横山雄一さんは美術家、あと漫画家でいらして、で横山さんの漫画っていうのは、一コマ一コマやっぱり情景を描いていくタイプの作家さんなんですね。でよくテクノミュージックみたいというふうに言われるんですけど、横山さん自身も割と一定のこう時間感覚で刻んでますっていうふうにおっしゃってました。パン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 っていう感じですね。で今回はベビーブームっていうシリーズがあるんですけど、ちょっとひよこのように見える人物とその保護者のように見える人物が主人公なんですけれども、彼らの日常生活が描かれているシリーズ、その中で新作を書いてくださいまして、これ花火をしているところなんですけれども、2ページで、1つのページの中に何コマぐらいあるかな、12コマと11コマかで、線香花火から最後打ち上げ系のちょっと大きな花火まで楽しむ一部始終が描かれていて、やっぱりなんか横山さんも川戸さんの作品を見てやっぱ同じだと思いますね。川戸さんは自分よりももっとこう定点観測しているなっていうふうに感じましたっていうふうに言ってました。田中さん、畑井さん、この2人の応答はどうですか？応答というか、響き合いというか。はい、ちょっと川戸さんの方の紙作品の方、一コマ一コマ移り変わる方ですね。ちょっとブックでは小さいんですけれども、なんかよく見るとこうキャラクターの表情とか雰囲気もすごく生き生きと描かれていて、横山さんのこう一コマ一コマ本当にひよこちゃんが生き生きとこう動き回るっていう、このなんていうんですかね、こう時間とともになんか生きてるっていう、そういうこう対象へのこう思いみたいなのがどちらともこう伝わってくるかなっていう、なんか時間だけでなくキャラクターとかそういったものに対するこう愛情にもあふれているんだろうなっていう風な印象を受けました。はい。じゃあ杉浦さんに行きますか。杉浦敦さんは、工房集に所属されている作家なんですけれども、この写真がですね、私もテキストの中で書いたんですが、作品って言っていいのかどうかちょっとわからないんですよね。で、ご家族と撮影された旅行の写真とかを大事にって言ってわからないんですが、ずっと移動させ続けるっていうふうに、施設の方から伺いました。クローゼットの中から、ベッドの枕元に、でそして、お菓子の缶みたいな缶の中に
入れたりとかでずっとこう移動させ続ける。で移動させ続ける中で床にこうバラバラと落ちたりとか、あとその缶の中に入れてる時にはこうガサガサとかき混ぜたりとかすると。でそういうこう行為の中でこう剥げ落ちて角が取れて、何かすごいものすごい古い写真、100年前ぐらいの写真に見えるような、その風な風合いが出てきていると、そういうものなんですね。でなんかもう作品とか表現とかをもう超越した存在として、で私たちはこれを何かなんか記憶とか愛着とか、あとそれをどういうふうに慈しむかというか、思いを寄せたりとか、あと日常の中でどう取り扱うかとか、なんかそういうことを考えさせられるもの、すごいなんか表現とも作品とも芸術とも言えないけど、ものすごく大事な存在として今回取り上げさせていただいたっていうところですね。これは田中さんに実は紹介していただいた作家さんなんですけど、田中さんどうですか？そうですね、前に企画した展覧会に出品いただいて、その時ご本人が触ってる様子なんかもコロナもなかったので見れたんですけれど、すごいこう皆さんが想像すると多分丁寧にこう綺麗に触ってるみたいなイメージを多分持つと思うんですけど、割とガサガサ混ぜるような感じで扱われていて、すごくこうそれが、私はその時は石っていうふうに石のようだっていうテキストを書かせていただいたんですけど、なんかとにかく多分そこに集積されていく時間を丸ごとこう抱えるような行為を本当に私たちは作品って呼んでいいんだろうかって、それは作品が悪いってわけではないですけれど、もっとすごく性そのものというかだなっていう表現としてもすごい特別な存在です。ブックの中でキュレーターズトークしてるんですよ、実は私たちすごい長いやつを。でそこでも田中さんがなんかもう、考古学の発掘現場から出てくるそれが何だったのかわからない人の顔のように見える木片みたいな存在感みたいな話をしていて、確かにそうだな。なんかもうその意図とか、人の意図とかそういうものを多分超えてるから、何か逆にこう訴えてくるものがあるのかなっていうふうに思います。じゃあそのまま続けて DJ スニフの話をしましょうか。はい、そんな杉浦さんの作品に対してなんかこう作品で返すっていうことがあんまり想像ができなくて、それでどういう人に応答してもらうのがいいかなと考えた時に、やっぱり杉浦さんがこう慈しんできた時間っていうもの、時間の積層みたいなことを考えると、音楽っていうものが相性がいいんじゃないかなというふうに考えました。で、さまざまな音声メディアに触れてきている DJ スニフさんに何か音声で、音で返すっていうことをしていただけないかという打診をさせていただいて、DJ スニフさんはテキストとあとご自分がされた実験の様子を、実験というか創作の様子を音でミックスさせたものをいただきました。これもウェブサイトで聞いていただけます。で実際どういうことをされたかというと、ターンテーブルの上に消しゴムだったりカッターだったり、いろんなあえてレコードに傷をつけるような行為をするっていうことで、もう音すらない物質としてのレコードみたいなものを厳然させるというか、そういうことをされています。で、これはおしゃべり対話鑑賞で仮説さんと中川美恵子さんが話されてたんですけれど、大事にすればするほど
聞けば聞くほどなくなっていくっていうその杉浦さんとの共通点もあったり、何かそのなくなっていくんだけどでもそのなくなったものごと慈しむことはできるみたいなメッセージも共通しているなと思いました。うん、いかがですか？畑井さんどうですか？はい、冒頭のテキストと音っていうのがテキストだけで拝見してもすごく構築された伝わってくるものが大きくあるんですけれども、それが音と重なった時のまた聞こえ方というか、テキストが音声っていう聞こえるものとしてなった時と文字として見るものになった時のそういう違いとかも感じましたね。なんだろう、結構何回も英語のバージョンも日本語も何回も聞かせていただいたんですけれども、言語が変わることでもすごくやっぱり変わったりとか、そういう表現の形によって何か見えてくる世界っていうものが違うんだなっていうことも改めて感じました。じゃあ最後の作家さんでジェストムさんです。でジェストムさんだけはちょっと今回その応答のカテゴリーとは別に特別参加で参加していただいてます。映画でドキュメンタリーフィルム「Me, My Mouse and I」っていう1時間の映像作品で参加してくださいました。で今特設サイトで特別上映中、初めて日本語字幕がついていますので、しかももうものすごく衝撃の内容で、私は本当に障害者のドキュメンタリーで聞いて思い浮かべるような内容ともう全然違ってすごい刺激的だし、なんか面白かった。すごく面白いので、見てもらいたいと思うんですけど、田中さんからどうだ、これ話した方がいいのかな、それともちょっとでも田中さんに、マイクを戻してみたいと思います。はい、ジェストムというのは、イギリスのパフォーマーアーティスト、パフォーミングアートの表現者です。で、チックの一種で言葉の合間に自分が予期しない、自分ですら予定していない言葉を発してしまうという症状を持っています。で彼女の場合それがビスケットとか猫とかすごい可愛らしいチックだったりするんですけれど、一方で、トゥレット症候群に含まれるお減症と言われてるんですが下品な言葉を言ってしまうっていうこともその中に含まれています。なのでそれもそのままこの映画では描かれています。でそんなジェスがサミュエル・ベケットの戯曲家の、サミュエル・ベケットの「Not I 私じゃないし」という戯曲に挑戦するプロセスが描かれているんですけれど、Not I パフォーミングアーツ詳しい人はよくご存知かと思うんですが、かなり早口に意味をなさない言葉を早口言葉のようにひたすら12分間口という登場人物が発していくという演目なんですけれど、それに対してその発語に障害のあるジェスが挑むというすごく挑戦的な内容になっています。ただこんなに障害のあるパフォーミングアーティストが何か作品をやるとどうしても頑張ってるとか、健常者の作品に近づけようとするみたいなことがやっぱりまだまだ多いと思うんですけれど、そうじゃなくもう自分は自分のままその作品とどうアーティストとして向き合えるかっていう、かなり福祉では全くなくクリエイティブなプロセスが描かれているので、ぜひ全表現に関わる人には見ていただきたいなと思っています。で今日日本時間の7時30分からジェストムとあとジェストムの組織でトゥーレットヒーローっていうのがあるんですけれども、その組織の共同創設者のマシュー・ファウントニーさん2人が
出演するトークがあります。でこの2人がQ&A を受け付けますっていうふうに言ってくださっているので、もうその彼らにたくさんの質問を、投げかけたいなというふうに思います。で皆さんからの質問ももちろんどしどし、お寄せください。今募集しているところです。で、また同じ YouTube で配信されますので、ご覧いただければと思います。でちょうどこれで4時ですね。じゃあもう3人で締めくくりみたいな話をしますかね。もう伸びたらまずいんですよね、あんまり。はい、そろそろ、締めなきゃそろそろ、はい、いけないようです。はい、そうか、ちょっと最後にウェブの告知だけしてもいいですかね。ウェブサイトの中で、おしゃべり対話鑑賞という今日何回か話に出したんですけれど、篠原智恵さんと聞こえない西岡勝弘さん、ウェブが遅い、はい、あとロバート・キャンベルさんと見えない中川美恵子さん、仮説さんと中川美恵子さんがそれぞれの作品と応答する表現について対話しながら、自分だったらこうするなとか、こんな想像できてなかったことを相手から発想を得るみたいなことが対話鑑賞のこの映像の中で行われています。でこれもある意味また別の応答なのかなと思うんですけれども、ぜひウェブサイトでご覧いただけるので、本と合わせてご覧いただけたらと思います。はい、はい、じゃあ最後一言ずついけますか。はい、いけますか。はいはい、誰からいく？どうぞどうぞ、金沢さん。私ね、なんか足りないですね、やっぱ1時間だと。なんかブックの中に収録したキュレーターズトークも3時間すごい急ぎ足で話しても3時間だったもんね。だからなんか別の機会に3人でなんかプライベートで YouTube 配信したいなと思いました。なんか例えば今回田中さんからなんか美術ってそもそも何を評価すべきかみたいなコアな話もっとしたいっていう話とか伺ったんですよね。で本当にそういうのでやっぱりしていきたいし、意義があることだと思うんですよね。で今回のそのブックプロジェクトもこれクリスさんからオーダーがあって、本当にもう世界第一線の作家さんたち招いて、もうぶち上げちゃってくださいみたいな、オーダーをもらって、それを私たちはもう忠実によしやるぞって言ってやったんですけど、そこについてなんかまだちゃんとアピールできていなかったりとか、なんかもう言い足りないみたいなところがまだちょっとあるので、なんかもしかしたら自分たちでやった方がいいかもしれないですね。というわけで、まずブックはとにかく無料で配布されていますので、ダウンロードもできますので、本で欲しい人は郵送も受け付けてますので、ぜひご覧いただきたいと思います。時間が足りませんでしたね。なんだろう、作家さんの表現が生まれる現場ですとか、この応答っていう表現が生まれる現場にこの機会に立ち会わせていただいたでそれがまた見る方の応答につながっていくっていう、なんか終わりのないコミュニケーションの現場っていうところの始まりなのかなっていうふうに感じていましたので、花澤さんのおっしゃるようにこれからまた議論っていうのを続けていきたいなっていう気持ちがとてもあります。でまたその作家さん本当に感謝の気持ちであふれ続けているんですけれども、ありがたかったね、本当に対話もまた、する機会があったら嬉しいなっていうふうに思ってます。はい、じゃあ最後にさっき児玉さんからもおっしゃっていただいたんですが、今日本当に話したかったのは美術の中でなんで障害のある人の表現はいまだに分けられているんだろうということを真剣に話したかったですが、
作品を紹介するだけでちょっとボリュームが大きいのでまた別の機会にということで、はい、ただなんか作品と応答する表現を通して伝えたかったことはなんか別に障害の有無関係なく私たちには想像できてないことがたくさんあるしいろんな物事の解釈の可能性があっていいっていうことを何か肯定するようなメッセージだったと思うのでなんかそういうことが今後も続いていくといいなと思っています。はいというわけで、はい、時間過ぎてしまいました。すいません。はい、ではこの辺で終わりとさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご参加の皆様、はい、ありがとうございました。ご出演は、金沢児玉さん、田中美幸さん、畑井めぐみさんでした。ありがとうございました。あっという間のね時間でしたね。全然話は尽きないので、次ね3人での生配信皆さん楽しみにしましょうね。私も参加させていただきたいと思います。今夜19時半からもね、19時半からね、もうね、関連トークがございますから、はい、そちらもぜひ皆さんぜひチェックしてみてくださいね。はい、同じ URL で見れますので、よろしくお願いいたします。はい、そしてもう2日目も終わってしまいますね、ピーちゃん。早かったね、今日もね。早かった。あっという間、あと1日です。明日で最終日ですね。そうですよ。はい。でもね、明日はね、さらに盛りだくさんなんですよ。楽しみな明日も。明日はね、なんと11時半からなんですけれども、11時半からフードラボ、そして14時からハローマイネイバーズパラトリヒストリー、そして16時からはプレイ手話と詩で遊ぼうというね、盛りだくさんな内容で明日もお届けするので、ぜひ同じ URL から見れますので、そちらでまた皆さん盛り上げてください。はい、今日もね、あっという間の一日でしたが、さっき私トマトの話した時にジャグリング披露したいって言ったんで、ちょっと持ってきちゃったんですけど、やっていいですか？やってください。これは失敗したらもうそのままエンディングで終わりでお願いします。もう転がしたまま終わりました。転がしたままいきます。いいですか？多分うまくいかないです。言い訳します。せーの。イエーイイエーイ、できました。イエーイ、よかった。やったー。これで私もスローサーカスの仲間入りですね。トマトでもいけますね。トマトで次回やります、私。はい、ということで皆さんもまたね参加してください。明日もまた見てくださいね。今日も見てくださった方々ありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。また明日11時半にお会いしましょう。それでは今日はこの辺でバイバイ。また明日。ありがとうございました。